どうも、熱海空き家発見渡辺です。今回は熱海の海と山の景色が楽しめる青葉町の物件を紹介したいと思います。では早速行ってみましょう。ゴー。はい、今回は熱海駅から車で約12分、緑に囲まれた熱海市青葉町に来ております。やえばいればオーバー、やえばいればオーバー。はい、今回紹介する物件はこちらです。どうも。グレーの外壁がシンプルで飽きのこないデザインでございます。一見平屋のように見えますが、下にはですね、駐車場、倉庫も兼ね備えた縦に広がりのあるお家でございます。はい、それでは中に進んでいきます。このね、門を入りまして、このね、玄関前のスペースも程よく家庭菜園ができるスペースがございます。ではね、立派な玄関扉開けてみたいと思います。ガチャ。ただいま。はい、非常に広いですし、こちらね、玄関収納もございます。これだけあればね、外のものもね、置けたりします。はい。で、今こちらの物件ですね、所有者様が今居住中ですので、荷物がありますので、そこはご了承ください。ではね、中入っていきたいと思います。この正面のね、このガラス入りのね、扉開けたいと思います。はい。まず LDK、使いやすい広さの LDK ですし、そしてね、和室もね、隣に併設しておりますので、この LDK と和室のつながりで広く見える空間でございます。まずはね、和室の方行ってみましょう。所有者様がね、趣味でやられてるお琴が置いてあります。いろいろなね、美術品も置いてあって素敵な和室でございます。私ゴロンとね横になることができる和室すごい好きでございます。ちょっと中荷物入ってます。こちらにも1畳分の収納がございます。こちらね今荷物置いてしまってますけれども、こちらにはね、地窓もございます。明るさを取り入れることができますので、そのところもね素敵な和室でございます。はい。LDK 戻りましてね、窓がねございまして非常に明るい空間でございます。ちょっと待ってくださいよ。お、これは鍋切るポイント。はい、はい、見てください。山と山、そしてその間に見えるオーシャンビュー。見てください、三角形のなすね、このナイスビュー。海と山、この両方ね楽しめるこの景色、なんとも言えないですね。遠くはねもう三浦半島も見えますし、海上花火大会が、ね、数回行われますので、その花火も見ることができます。そしてね、先ほどね下にね広がりのある建物っていうのをね伝えさせてもらったんですけども、高層階にいるような、見てください、このね電柱もねこの高さに見えるって、なんか高い位置にいるような気になりますし、鳥のねさえずりも聞こえたりしてね、このねオーシャンビュー、マウンテンビュー、このね高層階ビューみたいな感じがね素晴らしい鍋手ビューポイント。はい、はい、ではキッチンの方に進んでいきます。キッチンもね非常にね綺麗ですね。十分な広さございますので、シンクもね作業場も十分です。そして3つ口のガスコンロ、そしてね背面にもね十分なこのね食器棚、これだけの収納がございますので、もう食器をしまうには十分かと思います。そしてこちらにもね勝手口としまして、この階にね洗濯機がございますので、下にもねベランダあるんですけども、ちょっと下まで行くの大変だなって際はですね、ここでも洗濯物を干すことができます。ではね、続いてね先ほどのね玄関戻りまして、こちら左手の方に進んでいきます。でまず右手にはね先ほどの和室につながる入り口がございます。ですのでここはね回遊動線でございます。そしてこちらの正面の扉、洗面脱衣室でございます。洗面台もね十分この広さございますし、シャワーついておりますので便利な洗面でございます。そして洗濯機置き場がございまして、はい、お風呂でございます。非常に広いです。一坪タイプですかね。十分ね足を伸ばせる綺麗な使い勝手のいい浴室でございます。では戻りまして、こちらですね、このね左側にも収納ございます。収納の多いお家でございます。はい、トイレです。トイレもね広いですね。ワイドがね少し広い、以前ね介護もされてたということで、小さいね車椅子も入れるスペースのトイレでございます。続いて玄関から入ってね上に上がるのではなく、今回はね下に下がっていきます。では階段降りていきます。こちら進んでいきまして、まずはいこちらトイレでございます。洋式のシャワー付きのトイレでございます。シンプルで使いやすいトイレでございます。手洗いもございますので、非常にね使い勝手のいいトイレでございます。そしてこちら、はい、洗面台です。はい、こちらねシンプルな洗面台でございます。はい、では続いてこちらの扉、洋室です。今はね結構ね収納を置いて荷物のお部屋になっておりますけれども、子供部屋であったりお客様が来た時のお部屋にも
利用できるかと思います。でこちらにもねこんなにねたくさんの洋服を収納できるスペースがございます。続いてこちらの奥進みまして、まずこちらのね左手から入ってみたいと思います。はい、洋室です。二面採光で非常にね気持ちのいいお部屋でございます。こちらのね下の引き戸を開けると収納ございます。こちらにも収納、ここにもね棚ございます。そしてねこちらにもね1畳分のクローゼットございますので、非常にね収納が多いお部屋でございます。こちらねベランダもございます。はい、上の階に洗濯機置き場ありましたけれども、こちらにね広く洗濯物を干すスペースございますので、こちらのね下までね持ってきていただいて干していただいてもいいのかなと思いますし、ここからもね先ほど紹介したナイスビュー眺めることできますので、非常にね気持ちのいいベランダスペースでございます。はい、ではね続いてねまた先ほどの隣のお部屋に進んでいきたいと思います。はい、こちらも洋室でございます。広い洋室でございますね。今ね所有者様がねベッドルームとして使われております。こちらもね先ほどと同様にまず引き戸のねこれだけの収納ございますし、ここにもね収納、そして棚収納、そしてこちらにもはい見てください、この立派な桐ダンス、広いスペースの収納ございます。こちらの桐ダンスもねもしね欲しいよってことであれば置いていくということでしたので、そちらもねご検討いただければと思います。はい、でねここにもねなんかね空きそうなスペースございますので、ちょっとね開けてみましょうか。はい、おやおやナベティブポイント、はい、見てください、このね下に広がるこの空間収納スペース降りてきました。非常にね広いです。このね建物ね先ほどからね非常にね収納スペースが多い物件でございます。所有者様がね綺麗好きで見えるところにね荷物を置きたくないということで大工さんに頼んでもうねたくさんの収納を作って荷物をしまうことができる、そんなね設計となっているお家でございます。そしてねまだねこの下にも収納がございますので、そちらにも行ってみたいと思います。でね先ほどね階段降りてきた右手の入り口から行きたいと思います。はい、でねこちらにね進んで、はいドン、こちらにもね収納ございます。普段ね使わないようなものをね置いていただいていいのかなと思います。これだけね物を見えなく置くことができる、その収納の多さがナベティブポイント。そしてねこちらのスペースもねちょっとした家庭菜園することできますし、ちょっとねテーブルとか置いていただいてこのね海を見ながらバーベキューなど楽しむことができます。家庭菜園、バーベキュー、 DIY 活用できるスペースでございます。はい、ではね階段下に降りていきます。はい、降りてきますとこちらには車1台止められる駐車スペースでございます。横幅はね十分ございます。高さがね私の身長よりちょっと高いぐらい、1800ぐらいですかね。普通のねセダンとかであれば十分止められるスペースでございます。建物の前のねこの前面道路は車もね2台ねすれ違える広い道路でございます。でねはい見上げていただくと見てください、このね縦にねドン、こうやって見るとね2階建てのお家というかねマンションのように見えますね。車でね帰ってきてここに止めた際ですね階段を上がらないといけないというデメリットございますけども、高い位置にお家ございますので、そこからねオーシャンビューマウンテンビュー楽しむことができますのでご検討いただければと思います。はい、では最初の玄関に戻ってきました。そしてこちらを見るとこの道はどこに続いていくのかな。ナベティブポイント、はい、もうねではね早速行きましょう。はい、ここでね人しか入れない道へとつながっていきます。はい、この先まだまだ続きますが、この先ですね黒岳ハイキングコースへとつながっていきます。で今の所有者様もちょっとした散歩で利用されているということで、そのちょっとした散歩にハイキングコースを利用できる、そんな贅沢な立地がナベティブポイント。ハイキングコースなので緑を感じながら水の流れる音もしたりするのでね、水の音、鳥のさえずり、非常にね歩いていて気持ちがいいです。気分がリフレッシュする散歩道でございます。はい、どうだったでしょうか。今回の物件、海と山の景色を楽しめて、バス停もですねここから約5分のところにある立地もいい物件でございます。
そして2000年築で室内もですね綺麗に保たれている、すぐにでもね住めるお家でございます。ですのでぜひご検討いただければと思います。あとは空き家の所有者様、自分の空き家も YouTube で紹介してほしいとか、空き家があるけどどうしたらいいのかわからないなどございましたら、概要欄にございますナベティブライフにお問い合わせください。では今回の物件、売買物件でございます。では金額発表したいと思います。よろしいでしょうか。1650万円。パチパチパチ。このねナイスビューと素敵なお家、ぜひねお買い得だと思いますのでご検討いただければと思います。あとはチャンネル登録といいね、あとは他の紹介動画ございますので他の紹介動画もご覧ください。では最後いつもので締めたいと思います。皆さん熱海の A を作っていただいて空き家発見ありがとうございました。